これから赤ちゃんの健やかな成長と主体的で安全な出産のために今からできることをお話しさせていただきます。妊娠中期に入りました。お腹が大きくなる前にハッピーバーステキストを参考にしながら入院の荷物の準備をしましょう。テキストに書いてあるものを準備していただけたら入院中に困ることはないかと思います。妊娠35週までに退院時の赤ちゃんのお洋服も準備してください。お産セットは入院時に病院でお渡しするので準備しなくても大丈夫です。また、妊娠後期になると指輪が外れにくくなることがあるので、今のうちから指輪を外して大切にしまっておきましょう。入院物品でわからないことがあれば、助産師にお伝えください。ファミリープランを作成するメリットはたくさんあります。ご家族で出産・育児をイメージすることで、出産・育児をご自身のものとして受け止めることができます。どのような出産にしたいか書き出すことで、改めて出産に対する考え方を整理することができます。ファミリープランを通してどのような出産・育児にしていきたいか、ご家族で考える機会としていただけたらと思います。例えば、ご夫婦がこれからの人生、どのような関係性となり子育てをしていきたいのか、上のお子さんやご両親にどんな風に育児に関わっていただきたいかを考えてみるのはどうでしょう。きっと理想な形があり、それはご自身とご家族の間で少し違うこともあるかもしれません。妊娠期の今の時間を使って事前に話し合っておくのは貴重な時間の使い方だと思います。また、順調に赤ちゃんをお腹の中で育てるための食事のこと、体調管理のことを気にしてみることも立派なファミリープランです。上のお子さんのためにできるだけ入院などせずに順調に暮らしたい。逆に、もし入院になってしまったとしたら、家族の安全を守るために誰にサポートを依頼するか考えてみることもとても重要です。これから新しい家族の一員となる赤ちゃんとの新生活をできるだけ具体的に考えてみること。このようなことがファミリープランとなり、心の準備につながります。また、出産・育児に関わるスタッフがママとパパの思いを知る機会となり、希望される出産・育児に近づけることのサポートをさせていただくことにつながります。妊娠中の体づくりについてお話ししていきます。妊娠中にとても大事になることは体を温めるということです。厚着をして温めるというわけではなく、運動や食事から体を温めていくことが大切になります。体を冷やさないために、シャワーだけで済まさず湯船に浸かりましょう。冷房の温度を下げすぎないように調節し、直接風に当たるのは避けましょう。首という首を冷やさないように、膝掛け、カーディガン、靴下、腹巻きなどの活用をしましょう。体が温まることで血液の流れが良くなります。便秘、腰痛、むくみなどの予防につながります。また、血液の流れが良くなると、血液が子宮に行き、お腹の赤ちゃんへ栄養と酸素を届けることで赤ちゃんの発育につながります。体を温めることで陣痛が強くなります。全身の血液の流れがいいと母乳の分泌が良くなります。ウォーキング、マタニティビクス、ヨガ、スイミングなどの運動をする、家の掃除や赤ちゃんを迎える部屋の準備をするなど、日常生活に取り入れた運動をすると無理なく継続できるかもしれません。
また、家の近くの駅の一つ手前で降りて歩く。買い物は少し遠くにスーパーに行く。上の子と一緒に公園で遊ぶなども運動につながりますね。運動のメリットは体重コントロール、安楽な出産や体力の維持にもつながります。食事で体を温めましょう。土の中で育つ野菜や寒い地域で採れるもの、発酵食品などを食べると体が温まると言われています。飲み物は温かいものを摂るようにしましょう。詳細はハッピーバースデー栄養士よりお話しさせていただきます。この週数になるとお腹も大きくなり、胎動も感じていますね。この時期から妊娠中の異常が現れることがあります。妊娠中の異常の早期発見のためにも、普段のご自身の体を知ることはとても大切です。妊娠中の体重増加量は、避妊時の BMI から考えます。ご自身の BMI から体重増加量を参考にしてください。サブテキストにも記載してありますので、ご確認ください。体重管理には、妊娠中の食事と適度な運動がとても大切になります。家で定期的に体重計に乗ることも体重管理につながります。胎動は赤ちゃんの健康のバロメーターです。赤ちゃんが動かないということはありません。胎動とは、蹴る、よじる、こする、回転することです。赤ちゃんが10回動くのに何分かかったか数えましょう。赤ちゃんが最も動く時間帯に横になったり座ったりして数えましょう。しゃっくりは胎動ではありません。2秒以内に次の動きが始まった場合は1回とカウントします。10回数えるのに2時間以上かかった場合、胎動がいつもより少なく感じる、動きが感じられない場合は必ず病院へ連絡してください。切迫早産とは、お腹の張りや痛みを伴う張りのこと。体を冷やさないようにしましょう。過労に気をつけて、下腹部や腰に力の入る仕事を避けましょう。お腹の張りを感じたら、まず安静にしましょう。それでもお腹の張りが続く、痛みを伴う場合は、病院に連絡してください。また、出血は少量でも病院に連絡をしてください。バシャッと水が流れることや、少しずつ尿漏れのように流れてくる感じがあります。自分で止めることができません。また、水っぽい織物と勘違いするような破水もあります。普段と違う織物の正常であれば、破水の可能性があります。破水した場合や、破水かどうか判断がつかない場合も、シャワー浴、入浴はせず、すぐに病院に連絡して受診をしましょう。この他にも、妊娠中にはマイナートラブルが出ることがあります。ハッピーバーステキストも参考にしてください。異常を早期発見できるのはお母さん自身です。まずは普段の自分の状態を理解して違いを見つけられるようにしましょう。妊娠中の体重増加の推奨量は妊娠前の体格によって異なります。まずは自分の妊娠前の BMI を計算してみましょう。妊娠前の BMI が 18.5 未満の方の推奨体重増加量は12から 15kg。BMI が 18.5 から25の方は10から 13kg。BMI が25から30の方は7から 10kg。BMI が30以上の方はそれぞれ個別対応ですが、体重増加は 5kg までが望ましいとされています。長年、日本では 2500g 以下で生まれる低出生体重児が多いことが問題になっており、その大きな原因の一つに
妊娠中の体重増加が不十分であることが挙げられています。妊娠中の体重増加量が少なすぎると、早産のリスクや赤ちゃんの発育が不十分になり、低出生体重児になる可能性があります。胎児の時に子宮の中の環境の影響を受けることによって、低出生体重児で生まれた赤ちゃんは、将来糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病になるリスクが高くなります。そのため、適切な体重増加は将来の赤ちゃんのためにも非常に重要です。ただ、反対に妊娠中の体重増加量が多すぎると、妊娠高血圧症や妊娠糖尿病、帝王切開分娩のリスクが高くなります。当院では適切な妊娠中体重増加の達成に力を入れております。母子ともに健康なお産を目指しましょう。出産や育児など不安になることはあると思います。でも、うまくいかないかもと思う必要はありません。不安に思うことがあったらまず準備をしましょう。なぜなら赤ちゃんは人生の宝物です。お産は病気ではありません。しかし、命を生み出す行為は命がけです。心と体の準備をして、出産・育児に立ち向かいましょう。そして、私たち助産師は、皆さんのそばで精一杯のご支援をさせていただきます。